皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。タイトルにもあるように、今回はサイレントが繰り返される理由についてのお話ですが、今現在、最初のサイレントの中にある方は、この内容を受け入れられないかもしれません。しかし、サイレントが明けて、戻ってきたランナーと現実的に向き合っている方は、今回の内容をきっとご理解いただけるはずです。また、サイレント中の方も、この内容を知っていることで、サイレントが明けてからの心構えにもなりますし、ランナーが再び逃げ出した時の衝撃も緩和できると思います。それでは、シリウス中継、スタート。ツインレイと出会って、サイレントを迎えている方々の中で、サイレントが明けたらすぐに統合できると考えている方もいらっしゃると思います。しかし、実際はそうでないことが多く、ほとんどの方が統合までに何度かのサイレントを経験しています。もちろんすべてのツインレイがそうであるとは言えませんが、ツインレイはサイレントを繰り返す。これが私の中でのツインレイの定型となっています。ではなぜサイレントは繰り返されるのでしょうか。そこには二人の愛の絆のための宇宙の采配がありました。ランナーが逃げ出して最初のサイレントを迎えたとき、チェイサーは死の淵をさまようような試練を味わいます。それは本当に辛く苦しい体験であるため、サイレントが明けたとき、二度とサイレントは経験したくないと思うはずです。しかし二人が愛で結ばれて、もう大丈夫だと思った矢先に、ランナーはまた突然と姿を消してしまいます。その時チェイサーは悪夢が再び訪れたと絶望してしまいますが、その後に気づくことがあります。それは思っていたよりも落ちていなかったり、早く復活している自分自身に。実は最初のサイレントを超えて、ランナーが戻ってきた現実を体験したことで、チェイサーにはツインレイの道を越えるための基礎力、いわゆるサイレント耐性が身についていたのです。サイレント耐性という言葉を初めて耳にされた方もいらっしゃると思いますが、それもそのはずで、その言葉は今私が作りました。そしてその力をポジティブに受け止めてほしいと思っています。なぜならサイレント耐性はランナーが戻ってきた実体験から培われた愛を根源とした統合までを支える力であるからです。サイレントが繰り返されると言っても、多くの場合、2回目以降のサイレントは最初のサイレントのような長く苦しい沈黙ではありません。一般的に2回目は1回目よりも短く、3回目は2回目よりも短く、次第にスパンは短くなる傾向にあります。また、ランナーとチェイサーが役割逆転をして、チェイサーがランナーになるサイレントもあるでしょう。そもそも最初のサイレントが明けたとき、ランナーは完全な決意を固めて戻ってきているわけではありません。ただ会いたくて戻ってきているのです。お互いに統合するための準備が整っていない段階で再会しているため、現実の課題に引き戻されてしまいます。しかし、サイレントを繰り返すたびに、やがてランナーが姿を消すことにも慣れてきたチェイサーは、またかと思う反面、揺らがなくなった自分を知るでしょう。そしていつしか必ず帰ってくるという自信が内側に芽生えて、運命を信じられるようになります。これは明確に言えることですが、二人の絆はサイレントを繰り返すことで強化されていきます。言い換えれば、サイレントは二人の絆を強化するために
訪れていると言えるでしょう。ツインレイの道はサイレントが明けてからが本番であると言えるほど、サイレント後にも山あり谷ありの日々が待っています。そしてその谷の時期にサイレントが再び起こりやすく、完全な沈黙ではないけれど、ほとんど会うことができないプチサイレントのような状態になることもあります。多くの場合、サイレント状態になった時は、相手に向き合う時間でなく、自分の課題に向き合う時です。そしてその課題を頑張ってクリアすると、また会える日が訪れてきます。その課題は現実面のチャレンジかもしれませんし、精神面のチャレンジかもしれません。あるいは自分を見つめたり、自分を癒すための時間かもしれません。再会は越えなければならない課題を超えたギフトとしてもたらされていることも多くあります。しかし、それは小さなギフトで、最大のギフトはやはり最終統合にあると思います。サイレントは辛く苦しいけれど、サイレントがもたらす恩恵はとても大きいもので、サイレントを何度も体験した二人は、どんな状況にあっても揺らぐことのない不動の愛の絆を持っています。会えることはとても幸せなことですが、会えない日々が愛を育てるという話は、ツインレイにも当てはまると思います。そして統合は早ければ良いというわけでなく、時間をかける意味も大いにあると思います。どうしようもなく会いたい日々を何年も何十年も超えて、不動の愛の境地で結ばれた二人には、きっと誰も体験することのできない至福のギフトの日々が待っていると思います。以上です。ツインレイの初期の情報に統合が近くなってくると、一緒にいてもいなくてもどちらでも良くなってくるとありましたが、実際サイレントを何度も繰り返している間に、本当にどちらでも良くなってくるものです。そこには完全なるお互いの愛と信頼があるからで、一緒にいたらそれはそれで幸せですが、一緒にいなくてもつながっているから幸せなのです。サイレントがもたらす恩恵は本当に大きなもので、それがなければ得られないものがあります。だからこそ私はこの道を生きている皆さんに、サイレントを強く超えてほしいと願っています。それではシリウス中継を終わります。